こんにちは。荷物が届いたんですけど、めっちゃいいものもらいました。オーフェロレーザー2というね、レーザー彫刻機ですね。何年も前からずっとレーザー彫刻機欲しくて、今回たまたまこういうレビュー動画作ってくれませんか連絡もらって、ぜひって感じだったんですけど、革とか木にこう模様を描きたくて、今回嬉しいことにもらったので、開けて使ってどんな感じか見ていきたいと思います。じゃあちょっと開けてみます。この辺が説明書。レーザー彫刻機初めて使うので探りながらやっていきたいと思います。レーザー彫刻機簡単に言うと、強いレーザーが出て革とか木とかに刻印できたり、貫通させてカットができたりするものです。これがね、多分本体ですね。強いレーザー光が出る本体、それとこのフレーム、このフレームを四角く組んで、そこにこのレーザー本体を取り付けることで、こう XY 方向ね、自由にレーザーが動いて表面に焼き印をつけたりカットしたりできるというものです。組み立ててみます。こんな感じですね。これが正面で、横2本、後ろと真ん中、この真ん中のここにレーザー本体がついて、こうやって左右上下に動きます。このフレームを組み立てます。はい、これでフレームができました。簡単です。これ真ん中の軸、これをここにはめて、こんな感じで動きます。ここも動く。でここにコードが出てるんで、これサーボモーターですね。モーター、ここに端子をつなぎます。セッティングができたので動かしてみるんですけど、ここにパネルがあって、まずこれ電源ですね。これ付属の AC アダプターなんですけど、コンセントがヨーロッパタイプのやつで、このままだと日本のやつに刺さんなくて変換も入ってなかったんで、ちょっと電気屋で買いました。 A タイプ変換コンセント、これ挿して、これで普通の日本のコンセントに刺さります。それをここに挿して、こっちは USB ですね。パソコンにつなぐためのコードを挿します。接続すると電源が入って赤くランプがついて、 USB 接続すると青いランプがつきます。でこの木の板に試しに彫刻しています。レーザー彫刻機をパソコンにつなぎました。彫刻する画像を開きます。ここでいろいろ設定ができるんですが、今回は水平に彫刻していくやり方でやってみます。ここでは彫刻のスピードとかパワーを、最大1000なんですが、ここ300ぐらいにして、サイズですね、幅 50mm ぐらいに設定して読み込むとこんな感じに出てきます。この XY 方向に書いてある数字が実際の刻印されるサイズです。設定した位置に設定した大きさで刻印ができます。でフォーカスを押します。今レーザー光が出て焦点合わせてる。でフレームを押すと、この靴の画像をどの範囲に彫刻するのかを教えてくれます。こうやって四角くどの範囲に彫刻するよっていうのを教えてくれるんで、もうちょっと端っこでいいですね。こんな感じにしておいて、ちなみにこの Move to Center of the Frame やると、こ
この靴の画像のセンターに移動してくれます。これで戻す。これでスタート。これは下から上に向かって水平に動きながら彫刻していくタイプのやり方です。結構ね、これ今木に彫刻してるんですけど煙が出ます。結構匂いがしますけど、ちょっとこのレンズに保護メガネ当ててどんな感じでやってるか見てみます。下から上に向かって徐々に靴の絵が彫刻されていってます。こんな感じになりました。ちょっとムラがありますね。もうちょっとパワー上げればこの辺とかちょっと薄いところがしっかり多分刻印されると思います。で、元々の画像も結構線が細めなのでしっかり出にくいっていうのもあるかなと思いますね。ちょっと他のでやってみます。次はこの YouTube のロゴを彫刻してみます。はい、できました。めちゃめちゃ綺麗。深さ的には 0.1 ミリ2ミリぐらい彫刻されてますね。さっきのこういう細い線よりはこういうしっかりした線の方がやっぱり得意ではありますね。なんですけどもう一個やり方があって、これベクタライズ線画にしてみます。これはさっきと違って下から順に描いていくんじゃなくて線でなぞって描いてますね。こんな感じで線だけなぞって塗りつぶしてないのですごい早かったですね。とても綺麗ですね。もちろん革にも行けます。この革を置いて今度はこの革にキッシュのロゴを彫刻してみます。こんな感じで革にも刻印できましたね。しっかりキッシュのロゴ入ってます。黒い革にも刻印できます。薄い色の革だと焦げて茶色くなるんですけど、黒い革だとその部分が少し色が抜けるというか少し茶色っぽくなってますね。黒い革でもしっかり刻印できます。次は紙です。薄いコピー用紙、これを置いて適当に作った図形たちを入れてみます。こんな感じになりました。面白くないですかこれ。この紙薄いんで切断してます。でね、ちょっとベクターデータで、中身ちょっと中空なんでこの感じでめちゃめちゃ細いパーツも同時にできてますね。こんな感じでこのコピー用紙ぐらいの厚みだったら簡単に切れるんですけど、これより分厚い型紙とかに使う厚紙とかはちょっとパワーを最大にしても切れませんでした。型紙に使うようなちょっと厚めの紙だと1回じゃ切れないんですけど2回やると切れました。で1回目と2回目で全くずれず精度よく切れるので、これは紙のカットには結構使えるかもしれないですね。型紙のカットとかいいかもしれないです。これ1ミリぐらいのねヤギ革なんですけどギリギリ切れてないです。後ろ貫通してないですね。もともと皮はね結構耐熱性も高いので焼き切るっていうのはなかなかやっぱ難しいですね。
じゃあちょっと実用的な使い方してみます。これいつもソールの仕上げの時に使っている馬毛のブラシなんですけど、コロニーのブラシ、ここにティッシュのロゴを刻印します。自分用なんで何やっても許されますね。できました。ちょっと真ん中がずれちゃったけどめっちゃいい感じです。この使い方もできますね。これ何でもいけますね。僕の使ってる携帯ケース、これ TPU なんですけど、これもいけるかな。やってみます。なかなかすごい煙、結構匂いがしますね。換気しましょう。なかなかいいかもしれない。ちょっとね、やっぱプラスチックだと溶けるんで、溶け具合で若干この刻印の部分がデコボコしてるんですけど、まあまあ大体いいかな。あとね、一つ問題だなと思うのは、フレーム、四角いフレーム見えるの分かりますかね。これ最初のテストでどの位置に来るかっていうのをやった時に、微弱なレーザー光でそのテストのレーザー光で少しうっすらね、四角くすでに刻印されてしまうというね、ちょっと消えないんで、これはちょっと素材によっては注意かもしれないですね。これで携帯はめて、これで使っていきたいと思います。で最後に靴作りに今後応用できないかっていうところなんですけど、これちょっと拾ってきた方なんでこのまま使わないんですけど、例えばね、こんな感じの模様を靴のアッパーに入れるっていうのは使えるんじゃないかなと思ってまして、ガジャーノガーリングでそういう靴あるんですよね。ガジャーノガーリングのシナトラって検索してもらうと分かるんですけど、通常革靴で飾りっていうと穴を開けた穴飾り、パーフォレーションとメダリオン、もしくはステッチでこう遊ぶみたいなのが多いんですけど、レーザー彫刻をすることでよりデザインに広がりができるのかなと思うので、ちょっと試しにこんな感じの唐草模様革に入れてみます。はい、できました。すごくいい感じに綺麗に刻印できてます。でまあこれちょっと今強くてね、少しちょっと惚れすぎちゃって一部切れそうになってるところがあるんですけど、出力の強さとかいろいろ調整すればちゃんとガジャーノガーリングみたいに靴に使えそうな気がします。靴は結構釣り込みで引っ張るので、その時にどうなるかっていうのも大事なんですけど、こんなに激しく模様入れなくても一部ちょっと入れるだけでもアクセントになって、レーザー彫刻ね、靴作りにも使っていけそうで妄想が広がりますね。ということでオーフェロレーザー2使ってみました。初めてね、レーザー彫刻機っていうのを使ってみたんですけど、こんなのが家庭でできるんだなと感動しました。で安全性の方も考慮されてるみたいなので、ホームページの方見てみてください。軽いしセッティングもそんなに面倒くさくないし、レーザー彫刻用の PC ソフトもそんな複雑じゃなく使えるので、いろいろ今後ね、靴作りに限らず携帯ケースに刻印したみたいなあんな感じのことを手軽に使っていけたらなと思います。気になった点としては、コンセントが日本のやつじゃないっていうところと、これを見てもし買った人にだけ通じる話だと思うんですけど、 Y 軸のオフセットを僕20にしてたんですよ。なんかね、下からずっと書いてたじゃないですか。でその書き始めがちょっとね、なんか歪む時があって、それを避けるためにちょっと書き始めを20ミリこう上に上げてやってましたっていう、僕が気づいた点でしたね。あとは分厚いものとか切ろうとすると出力はさすがにちょっと足りないので、もうちょっと大型で出力の大きいものを買う必要があるかなと思いましたけど、木とか革とか刻印するとか、あと薄い紙の切断とか、プラスチックの刻印とか、すごい幅広く使えるのですごく楽しかったです。このレーザー彫刻機今回使ってみて、今後靴作りの動画の方でも出てくるかもしれませんので、楽しみにしていただけたらいいなと思います。いつ出るかちょっと分かりません。気になった方は概要欄から購入サイトのリンクとホームページのリンクチェックしてみてください。ということで、レーザー彫刻機オーフェロレーザー2紹介でした。